J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて、今回もベルリンからお届けしています。今日の Music of the Spheres はお便り会です。たくさん届いているリスナーの皆さんからの質問について時間の許す限り答えていけたらなと思います。それでは早速いただいているメッセージ読んでいきたいと思います。まずはラジオネームゆうさん。皆さんこんにちは。いつもラジオを楽しみにしております。7月は30歳になられ、ますます活動が充実されていくことと思います。そこで質問です。5年前と変わったなと思うところ、変わってないなと思うところありますか？よろしければ教えてください。ということでメッセージありがとうございます。5年前というと25歳ですか。25歳に比べて変わったことはもういくらでもありますけど、やっぱり朝ごはんを食べるようになったことですかね。いや、昔は僕朝ごはんアンチだったんですけど、いや、昼ごはんと近すぎるでしょ、どう考えてもと思っていて、朝ごはん不要派だったんですが、最近時差ボケ移動とかも時差移動とかもたくさんある中で、いかに朝ごはんを食べて朝から活動を開始することが大事かということをね、身をもって体感するようになってきて、昔はホテルの朝食とかも全然つけてなかったんですけど、今は必ず食べてますね。あと昼とか夜は大体外食なわけですけど、結構栄養が偏ったりするんでね、その朝食で取れなかったであろう栄養分をビュッフェで選ぶことができるのは、これはこれでいいことですね。だいたいもう1年の3分の2、4分の3ぐらいはホテルにいますから、はい、そんな感じです。次、ラジオネームあきさん。セミナさんこんにちは。バーンスタイン賞おめでとうございます。ありがとうございます。ところで日本は朝から溶けるほど暑いです。世界でも異常気象が続いて心配もありますが、日本以外でこの国ならずっといてても心地いいなという国ありますか？暑さ対策何かされてますか？ということでメッセージありがとうございます。そうですね、日本が暑いというのは方々から聞こえてきますが、僕はヨーロッパに1ヶ月ぐらいかれこれいるんですが、暑いと思った日は2日だけですね。2日だけ6月の末ぐらいに暑い日があったんですけど、その他はもうなんなら半袖だと少し寒いぐらいな感じの20度半ばぐらいな感じの日が続いておりまして、これは夏なのか何なのかと思いながらむしろ過ごしてるくらいですね。なので暑さ対策はするまでもないかもしれない。室内でエアコンがないですから、エアコンがない場所でピアノの練習をしてるとちょっと暑くなりますけど、そんぐらいですね。この国ならずっといてても心地いいなという国はどこでしょうね。スイスとかは心地はいいんでしょうね。住みたいかどうかは別としてもね、その心地いいと住みたいもまた違いますからね。あとはロサンゼルスも結構年中過ごしやすい気候なんじゃないですかね。心地よさそうですね。住みたいかどうかは別としてね。
はい、そんな感じです。それではここで一曲お送りします。ユザーンさんの新しいアルバムから坂本龍一チベタンダンスカバーお聴きください。さあ今日はリスナーの皆さんから届いているメッセージを紹介していきます。引き続き紹介していきましょう。ラジオネームかよちんさん。
世界中飛び回ってらっしゃる住野さんですが、国内でも国外でもその土地特有の音楽で印象に残ったものはありますか？あと思わず衝動買いしてしまったその土地のものなどあれば教えていただきたいです。なんとなくミニマリストなイメージの住野さんですが、思わず買ってしまったものがあるのか気になります。ということでメッセージありがとうございます。そうですね、基本的に移動中に物を買うということはできないわけですが、スーツケースに入りきらないので、この間ワルシャワに行った時についショパンの T シャツを買ってしまいましたね。 T シャツはもう移動中、旅行中にも使いますからね。その旅の中で必要なものであれば買ってしまうのもやぶさかではないかもしれない。その土地の特有の音楽で印象に残ったもので言いますと、パッと思い浮かぶのはアブダビを訪れた時にコンサートのその練習で使わせてもらった場所がウードっていう楽器のアカデミーの施設の中にあって、そのウードという楽器がたくさんあって、ちょっと演奏しているのも聞かせてもらったんですけど、良かったですね。なんかギターに似てる見た目をしてるんですけど、多分なんか弾き方とか調律とかが違うんでしょう。やっぱり僕が想像するアラビックな音楽の音色になるんですよね。あの辺の音楽の調律っていわゆる西洋音楽の12平均律とは違う音律を持っているので、これは5年後くらいにもっとディグりたいなと思っているところであります。はい、続いてはラジオネームニコニコピアノさん。住野さん、こんにちは。私は小学5年生で学校の放送委員をしています。毎日給食の時間に音楽を流す係なのですが、今度クラシックの曲をかけてみたいなと思っています。でもどんな曲だったらみんなに楽しんでもらえるかちょっと迷っています。私もピアノを習っているのですが、住野さんがコンサートでクラシックの曲も素敵にアレンジしているのを見て、ピアノってかっこいいと思うようになりました。学校のみんなにもかっこいいと思ってもらえるような住野さんのおすすめの曲はありますか？長い曲はかけられないので5分くらいだとありがたいです。あと給食の時間なので明るい曲がいいかなと思っています。ということで、いいメッセージですね。かっこいいと思ってもらえるような明るい5分くらいの曲。例えばバーンスタインのキャンディード序曲とか、どうですかね。ちょうど5分ぐらいだったと思うし、飛び抜けに明るいんで、同じようなのだとアメリカの作曲家ジョン・アダムスのショートライド・イン・ナ・ファスト・マシンという曲。序曲っぽい雰囲気のある曲ですけど、これもめちゃくちゃかっこいいと思います。あとは5分ちょっと過ぎるかもだけど、メシアンのトゥーランガリラ交響曲の語楽章。ちょっとこれがかっこいいかどうかは捉え方によるかもしれないですね。あとピアノ曲だったらラヴェルのクープランの墓の
トッカータとかどうですかね。4分ぐらいでしたっけね。クラシックを普段聴いてなくてもかっこいいと思える曲なんじゃないかなと個人的には思ってますけど、はい、もうぜひたくさんかけてかっこいいクラシックを広めちゃってください。続いてはラジオネームナナポンさん。住野さんが猫派ってことは有名な話ですが、そうなんだ。時々海外で出会った動物の写真を SNS に上げてますよね。可愛い写真にほっこりして見ています。そんな旅先での動物たちの触れ合いのエピソードがあれば聞きたいです。ということで、ありがとうございます。この間、ドイツのシュレスピ・ホルシュタイン音楽祭に出た時に、練習場所として使わせてもらったところが、自然に囲まれたところで、その施設の地下に練習室があるんだけど、その施設をちょっと出るともう自然に庭と森と、なんていうんですかね。とにかく自然に囲まれていて、虫とか鳥とかがね、たくさんいるんですけれど、ちょうどその時、雨が降った後だったんで、カタツムリがめちゃくちゃいて、で、その扉の目の前にもいて、カタツムリなんて見るのめちゃくちゃ久しぶり、も小学生ぶりぐらいの勢いじゃないかぐらいね。なんでちょっと嬉しくなっちゃってしばらく観察してたんですけど、その後も気分転換に地下から練習の合間にちょっと外に出てリフレッシュしたい時に、そのカタツムリの動向を見て、ちょっと移動したなとか、頑張ってるなと、カタツムリが頑張っているのを確認して僕も練習に戻るみたいな、触れ合ってはないですけど、一方的に触れ合ったエピソードでございました。皆さん今回もたくさんのメッセージありがとうございました。住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 最後にお知らせです。住野隼人ピアノコンサートジブリパークの風に乗せて2025、 9月7日日曜日、愛知県愛・地球博記念公演大芝生広場ステージ。チケットは E プラスにて一般発売中です。そして住野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。東京建物 Music of the Spheres ではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。